滝川から根室本線に乗って芦別駅に到着。昭和40年頃まで芦別地区で操業した多くの炭鉱から石炭と人が集まってきた中心的な駅。駅前はその頃に栄えた繁華街の雰囲気が残っている。大手財閥の炭鉱が多い芦別地区。炭鉱夫は給料が高かったそうだから羽振りも良かったんじゃないかな。大手財閥は豊富な財力を使って炭鉱と国鉄の駅を結ぶ自前の鉄道を敷設。三井財閥も芦別駅と所有する2つの炭鉱を三井芦別鉄道で結び、石炭貨物列車だけでなく旅客列車も走らせた。最盛期には4500人ほどの従業員がいたらしいから運行本数も多いな。来場行きは1日13本。昭和33年に当時流行した2枚窓スタイルの顔を持つ気動車を新車で3両購入し 9.1km を23分程度で結んだ。同じく炭鉱の鉄道夕張鉄道のキハ250と同じスタイル。平成元年に廃止となったが今も残されている面影を線で結びながら当時の旅情を感じてみる。沿線には昭和14年開港の第1項と昭和19年出端の第2項があり、それぞれの開港に合わせて鉄道が延伸されている。芦別駅を出て600メートルほどで高校通り停留所。停留所とは簡素なホームのみを備えた国鉄でいうところの仮乗降所みたいなものだったのかな。駅5つに対して停留所は7つある。国鉄根室本線と分かれてこの鉄道唯一のトンネルをくぐると芦別川が形成した谷に沿って景色の良いところを進んでゆく。かと思ったら巨大な炭鉱住宅街が広がるようになり三井芦別駅に到着。メリハリが効いた車窓だよな。街の規模に比例するかのように立派な駅舎が置かれ今もなお残されている。北海道の木造建築は雪が積もって倒壊するリスクがあるから何かの用途に使われていれば安心だよな。駅舎だけではない。昭和40年頃の駅前繁華街が形をとどめ炭鉱が元気だった時代に誘ってくれる。仕事上がりの炭鉱夫で毎日遅くまで賑やかだっただろうな。近くには三井芦別炭鉱の事務所が清水武雄世界空撮写真館として大切に使われている。三井芦別駅を出ると右側に三井芦別炭鉱第1項の先端場跡が現れる。昭和37年第2項と地下の合同がつながり昭和40年から全ての出端は第2項からとなる。こちらは減炭ポケットと呼ばれる持った石炭の粉を次の工程に投入するためのもの。同じ三井系列の美唄炭鉱でも見られる特徴的な円錐の形。三井芦別鉄道最大の遺構丹山川橋梁と車両。炭鉱と鉄道の現役時代のワンシーンのような写真を撮ることができる素晴らしい位置での保存。丹山川橋梁は国登録有形文化財。この先にもう一つ橋梁が存在したが鉄道廃止の平成元年になんと爆破解体されたそう。炭鉱なら爆破には困らなさそうだが建造物爆破のノウハウもあったのかな。緑の泉と書いて六泉駅。最近まで駅舎が民家に流用されて残っていた。こ
この辺りも昔は炭鉱住宅が広がっていたから、多くの人がこの駅舎を日常的に利用していたんだろうな。日常的に利用した駅舎や風景が消えてゆくのは、思い出も一緒に消えてゆくようで、なんだか寂しいよな。芦之湯停留場跡と踏切を撤去した跡が残るアスファルト。芦之湯は共同浴場、いわゆる銭湯のことで、炭鉱住宅は風呂なしが基本だから、こうした共同浴場が一定の区域ごとに置かれていたんだな。芦之湯と来城の間の区間には、食堂、金物、電気、呉服などの個人商店が線路に沿ってびっしりと立ち並び、高町商店街を形成していた。今でもいくつかの建物が残り、面影十分。来城駅に着くと、三井芦別炭鉱第2項が目に入ってくる。昭和40年からは全ての石炭がここで先端され出荷されていった。昭和39年に建てられた総合建工の櫓は、三井芦別炭鉱合理化のシンボルとなり、昭和41年には出荷量167万トンを記録。昭和48年、三井鉱山から三井石炭工業も所有となり、平成4年閉山。三井芦別鉄道は閉山前の平成元年に廃止。炭鉱の建物も炭鉱住宅も不要なものは撤去され、元の静かな町に戻っている。昭和28年に全焼した来城小学校。三井鉱山芦別炭鉱が全額負担して建てたレンガ造りの校舎。昭和33年には2000人以上の生徒が在籍したそう。炭鉱の町の栄枯盛衰は恐ろしいほど極端だよな。